エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。一生壁の中から出られなくても、でもそれじゃまるで家畜じゃないか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。炎の水、氷の大地、砂の雪原。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れたものだ。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐して狭い壁の中から出る。殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人どもを皆殺しにしなきゃならねえって、そう思ったんだ。巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か。ああ、俺はなる。俺たちは兵士だ。いくら不利な状況でも逃げてはいけないとき、相手が何であろうと。敵は何だと？敵は何だ？貴様の正体は何だ？人か？巨人か？ミカサやアルミン、みんなを救いたいならお前はこの力を支配しなくてはならない。あの時ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。化け物をしのぐために必要なら人間性さえ捨てる。エレンにできると。俺はそこに仲間やその絆にすがって失敗した。俺がまだ甘かったんだ。正しいかどうかなんて考えてる暇はない。希望事で終わろうとすんだ。俺は頑張るしかねえ。頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように。勝者しか生きることは許されない残酷な世界。戦わなければ勝てない。そう、世界は残酷なんだ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。終わりだ。また人類は巨人に食い尽くされる。ダメかな。人類は巨人に勝てない。どうして俺たちは奪われる。命も夢も。つまんねえ人生だった。地獄だ。いや、地獄になったんじゃない。最初からこの世界は地獄だ。エレンの命を何度も救った。その度に何人もの仲間が死んだ。それが人類が生き残る希望だと信じて。俺たちが見てた希望ってのは一体何だったんだ。あの死闘の結果がこの茶番だと。やっぱり俺じゃダメなのか。何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。そうじゃ、俺は何も果たせず終わっちまう。お前の言う通りだ。どの道我々はほとんど死んだ。いや、全滅する可能性の方がずっと高い。どうせ死ぬならどうやって死のうと意味なんかないですよね。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持って幸福な人生を送ることができたとしても、人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。
違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け、信号を捧げよう。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦え、戦え、取った。その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。私にはその理由がわかる。全ては王の独善に抗うため。もはや民を守らぬ王は王ではない。必ず見つけ出して臆した王から始祖の巨人を取り上げろ。殺した。このタイム小さな子も殺した。大輔を殺したと。これでいいのか。これでよかったのか。敵が巨人という化け物だけであればどんなに良かったことでしょうか。しかし我々が相手にしていた敵の正体は人であり、文明であり、世界です。壁の外の現実は俺が夢見た世界と違ってた。壁の外で人類が生きていると知って、これはがっかりした。あとどれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。近いうちにみんな死ぬ。いや、俺が殺すんだ。何もかもがなくなる。家も人も動物も人生も夢も。誰もがエレンは変わったという。でもそれは違うのかもしれない。エレンは最初から何も変わっていない。あれがエレン本来の姿だとしたら、私はエレンの何を見ていたのだろう。僕は誰よりもエレンを理解しているつもりだった。でももうわからない。俺にはわかる。こいつは本物の化け物だ。どんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を服従させることは誰にもできない。エレン、なぜ争いを終わらせることを拒む？憎しみによる報復の連鎖を完全に終結させる唯一の方法は、憎しみの歴史を文明ごとこの世から葬り去ることだ。間違ってる。島の外の人全てが敵じゃないのに、あなたのお母さんみたいに突然なんで殺されるのかわからない人がほとんどなんだよ。分かってる。でも他人から自由を奪われるくらい俺はそいつから自由を奪う。俺は生まれた時からこうだった。エレンは一人でもやるつもりだった。エレンに協力しても見放しても、もしかしたら別の道があったんじゃないかって。あの時もし私が別の答えを選んでいたら。世界に再び危機が迫っています。平和への反逆者、その名はエレン・イエーガー。そう唱える者もいる。この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。この世に生まれないことはこれ以上の救済はない。海の外、壁の中、同じなんだ。なんで母さんはあの日巨人に食われた？ウドとゾフィアがなんで殺されたのかわからないから。何のために殺されたの？私だって大事な人たちを殺された。お母さんは誰も殺してない。俺もメイもそんなことしてないよ。俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。お前は奴隷じゃない。
神でもない、ただの人だ。誰にも従わなくていい。お前が決めていい。決めるのはお前だ。お前が選べ。俺はやる。俺の手で巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。その日を迎えるまで進み続ける。死んでも死んだ後も進み続けるんだ。全てのユーのためにする。俺の名はエレン・リエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユーの民へ話しかけている。俺の目的は俺が生まれ育った。しかし世界はパラディ島の人々が死滅することを望む。この島のみならず全てのユーの民を殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。彼の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。これ以上誰も殺さなくていい。島はもう大丈夫だ。僕たちが悪かった。あとは俺たちで何とかするから。もう俺たちのために虐殺なんてやらなくていい。地ならしは止まらない。パラディ島の未来を運に任せて放棄することもない。俺は自由を手に入れるため世界から自由を奪う。お前らが世界の自由を守るのは自由。俺が進み続けるのも自由。俺を止めたいのなら俺の生きるのを止めてみろ。本当に地獄が好きなんだな、エレン。最後までとことん付き合ってやるよ。生まれた時からずっと俺の目の前には鬱陶しい壁があった。炎の水、氷の大地、砂の雪原。それを見た者はこの世で一番の自由を手に入れた者。これが自由だ。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？ビリー・タイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。だが俺にもお前たちが悪者に見えた。エレン、マフラーを巻いてくれて